はともり新です。今日は1月2月出会ってよかったもの紹介をします。この企画ですね、ご無沙汰だったんですけれども、のぼりくんからぜひやってくださいっていうことで日々ご紹介しているので、なんかライブとかでも紹介したつもりだったんですけど、確かにまとめたやつやってなかったなと思うのでご紹介したいなと思っています。1月2月毎年なんか新作が出るシーズンなので、スキンケアものだったりとかメイク類、照山先生とコラボをした時に教えてもらった歯磨き粉とかいろんなものをご紹介していきたいと思いますので、最後までご覧ください。では早速もうスキンケアからいこうと思います。出会ってよかったなと思うのがこの2つです。まず1つがポーラのリンクルショットメディカルセラムデュオ、深掘りの動画も出しましたし、研究員さんとの動画も出ているので、よかったらそれも見ていただければと思うんですけれども、こちらは部分用とは違って全顔用になります。なのでね、中身ねこんな感じになってるんですね。今までのドロッとしたものとはテクスチャーが全然違うんですよね。今までのなんか表情じわの太いシワっていうのもそうなんですけれども、ちりめんじわみたいなものになんか全顔使えるタイプになるんですね。ニールワンってポーラさんしかない独自の成分なので、全顔使えればいいなと思ってたのを叶えてくれたのがメディカルデュオなので、お顔もそうなんですけど、私最近ちょっと首のシワ対策に凝っていて、横のしっかりとしたシワっていうのもそうなんですけど、なんかくしゃっとしたものができちゃうのがすごい嫌だなと思ってるので、セレブ使いみたいな感じになっちゃうんですけども、お顔だけじゃなくて首にも結構使っております。もう一つがこれディオールのカプチュール・ル・セラムなんですが、これはもう発売の前にシンポジウムで先生方に知見を聞けたっていうのが一番大きいですよね。詳しい動画こちらに出しておくんですけども、最先端の先生たちが来てしっかりと話してくれて、やっぱり細胞にとっての、ミトコンドリアだったりとか酸素っていうのがいかに重要かっていうのを本当にもうそうそうさる方が来て教えてくれたので、もう使わない手はないなと思って、テクスチャーも以前のものに比べてしっとりとはするんですけれども、本当にベタつきが全然ないんですよ。こういうエイジング系の美容液って塗ってるとベタベタしたりとか、あと朝塗ってるとファンデーションとの親和性が良くなくてなんかモロモロになったりするもの多いと思うんですけども、これはねほとんどそれがないですね。私には言い方あれですけれども、肌がピタッと止まるようなイメージになるので、もちろん私年末にレーザーとかもしっかり当てたんですけども、使ってると密着度が高まったような感じがするので、あとは終わった後のツルツル感っていうんですかね、使い心地のはめちゃくちゃいいので手放せないっていう一本になります。続いてはですね、新作ではないんですけれども、改めて良かったなと思ったものが2つあります。それがこちらになります。クラランスのダブルセーラムライト。私自身自然肌なのでオイル系のものってちょっと苦手なところあるんですけども、乾燥してきて油分が必要だなって思った時期があって、久しぶりに使ってみようと思ったらベタベタ感は本当にないんですよ。もともとダブルセーラム自体自然肌の人でも使っていいですよっていうところなんですが、より季節と私の年齢と相まってオイルの大事さっていうのが改めて分かったなっていうものになります。毎日使ってるかっていうとそうじゃないんですけれども、特に2月観測史上一番って言ってたかな、なんかずっと乾燥してて、さすがの私でも油分足りないなっていう時があったので、それが使えてすごく良かったなっていうものと、そしてもう一つこれイニスフリーのレチノール PDRN アドバンストセラム、これも以前にご紹介したことあって、年末にですね私 PDRN っていうのはポリヌクレオチドっていう製剤なんですが、それを肌育注射として施術で年末ね入れたっていうところもあって、スキンケアでも入れたいなっていうのと、あとずっと使っていたレチノールのものが切れてしまったんですね。なのでそうだこれ使おうと思って使ったら、前使った時よりも張り感とかツヤ感が増した気がしたんですよね。毛穴の締まり感っていうんですかね、そういうのもなんかすごく実感できた。なので肌育製剤との相性っていうのもめちゃめちゃ良かったと思うんですよ。使ってみていいなって改めて感じた一本になります。テクスチャーは黄色っぽくってとろっとしてるんですけれども、もともとやっぱイニスフリー自体がエイジングもそうなんですけども、張りを持たせてツヤっとした健康的な肌っていうのがお得意のメーカーだと思うので、手だとちょっと余るぐらい伸びがめちゃくちゃいいので、朝使ってても嫌じゃないし、もちろん夜は夜で保湿もしてくれるので改めていいなって感じた一本でした。
続いてはこちらラロッシュポゼのシカプラストリペアマスク B5 プロシカプラストのバームはもう私がクリームっていいなって目覚めた一本なんですけども、それの成分がシートマスクになっていて一般販売してなかったんじゃないかなと思うんですけど、今は通販でも買えるようになっています。シートマスクたくさんある中でも本当に保湿には特化していて、何回も言うんですけども1月2月すっごい乾燥してたじゃないですか。だからシートマスクでもちろんビタミンだなんとかだ入れたいっていう気持ちもあったんですが、水分上げたい鎮静もさせたいっていう時にはめちゃくちゃ良かったのと、レーザーとか当てた後にも安心して使えたっていうのが大きいかなと思います。揺らぎやすい人もそうだし、美容医療をやってて鎮静させたいとかそういった方にもなんかマルチで使えるし、あと私のメイクをしてくれてる鈴木さんはこれ使ってくれたりもするので、メイクのノリを良くするっていうのにもいいし、なんかいろんな感じで万能に使えるアイテムかなというふうに思います。もう一つがこちらシフレのクレンジングバームになります。11月12月頃にお仕事で使わせてもらったっていうのが一番最初なんですけども、言ったらあれですけどシフレさん意外としっとりするんですねみたいな。汚れはめちゃくちゃ落ちるんですけど、洗い上がりのもっちり感っていうんですか、お値段がお安いから期待してなかったって言ったら失礼になるんですけど、まあそんなもんかなと思ってたんですけど、思った以上に後肌が気持ちがいい。あとは乾燥しがちなこの時期にはすごくいいなと思ったんですよ。油分が残ってるっていうわけでは全然ないんですけれども、落とした後にさっぱりもそうなんですけどしっとりっていう言葉がぴったりなバームで、だからといって落ちが悪いわけでもないし、しっかりメイクしてる時にもちゃんと落ちたので、私結構日々オイルクレンジングを使うことも多かったんですけど、やっぱりバームも改めていいなっていうふうに思ったので使ってよかったなと思う一つになります。続いてはこちらソフィーナ INP の角層トリートメント基礎化粧液です。これも新作ではないんですけども、大容量タイプっていうのが年末だったかなに出たのでそれを使ってるんですが、深掘り動画あるのでそこを見てほしいんですけれども、ポンプで顔もなんかデコルテも首も全部パシャパシャいけちゃう。でベタベタ感もないんだけど、ソフィーナ INP の疑似セラミドがしっかりと入っているのと、ケラチン繊維を広げてお水を抱え込むっていう技術が顔だけじゃもうちょっと物足りない、首にも体にも使いたいみたいな感じで大容量が出てくれたので、半分ぐらいはね使ってるかなと思うんですけども、すっごくお得なのでこの時期にはかなりいいアイテムなんじゃないかなと思って、これもずっと出会ってから使っているアイテムになってます。スキンケア見てると私脂性肌なんだけど、いつもよりも乾燥対策が多くなったなっていうふうに思いますね。続いてはメイクものになります。メイクものもね、今年もリップやばくないですか？みんなもリップ迷ったでしょ？まずはデコルテです。多分今回のデコルテさんは少しベージュっぽいというかピンクベージュのものがなんかメインカラーだったと思うんですが、私はこの20の G っていう赤っぽいお色がすごく可愛くって、ツヤ感があるローズのお色なんですけれども、一瞬派手かなと思っていたんですが、塗ってみると顔色をパッと明るくしてくれるんですよ。だからこそ乾燥してくすんでいたりとかしても、これ塗っただけでなんか顔色全部が明るく見える、久しぶりにローズ系が可愛いなと思った一本でした。塗り心地めちゃめちゃよくって、スルスルっと塗れてなんか唇のツヤも守ってくれるなっていうものがまず一つ。もう一つはスックのベルベットフィットリップスティック、私は08番をピックしました。最近こういうモーブな色が好きみたいで、一瞬きついかなって思うんですけれども、茶系が入ってるんで秋冬っぽい色かなと思ったんですけども、ベースにやっぱり赤みがあるので洒落た色になるんですよね。質感がマットじゃないですか。でもマットすぎないツヤもありながらの今時っぽいマットなので、ジャケットとかを着てかっこよくしたいなと思う時にはすごく使える一本かなと。細身なので輪郭を取りたいなと思っても簡単に輪郭に沿って塗れるっていうのもとっても良かったかなと思います。多分ねスックとデコルテ迷ってる方は結構多かったと思うんですけど、質感も全然違うからなんか1本ずつ持っててもいいんじゃないかなっていうふうには思います。
もう一つが最近 YouTube でも深掘りをしたリンゴ酸ジイソステアリルが入ってないっていう、唇が荒れづらいっていうことでご紹介したんですけど、実は色もいいっていうのがアクセーンのリップケアルージュなんですね。私は BR の01番がすごくお気に入りなんですが、発色は少し抑えめなんですけどもシアーな感じがするリップになります。去年大バズりしたカネボウのルージュスターのバイブラの V07、 それにちょっと似てるんですよ。プラスケアができるっていうことで最近はちょっとこっちを使うことが多くて、あくまでも私の個人的な感想なんですけれども、唇の皮めくれがあってもこれを塗るとなんか治りが早くなるような気がするぐらい治安を良くしてくれるリップかなっていうふうに思います。次もリップなんですけど、こちらなんですよ。チフレのリップ&チークバーム、リップにもチークにもなるよっていうバームなんですけれども、洒落たお色で、まず RS の40、このまんま塗ると色も結構可愛くない？この一番下に塗ったんですけども、思った以上につくんですよ、色が。 OR もめっちゃ可愛いんですよ。私に珍しくやっぱほんとオレンジなんですね。元気なオレンジっていうよりもシックなオレンジっていうのかな、マットっぽいでもちょっとツヤもあるって、なんか不思議なポワンとした発色の仕方で、言われないとチフレさんのものだって気づかないぐらいおしゃれな質感がとってもいいなと思います。あとね、お安いのよ。これ500円ぐらいだったんだと思うんですけれども、今っぽいリップたくさん欲しいし、でも手頃なものがあって探してる方はおすすめでございます。私はなんか2色がいいなと思ったんですけども、その他にもたくさん色があったので、自分に合ったお色を探してみていただけるといいかなと。唇は1個しかないんですけど、お洋服によってリップで変えていきたいと思うので、こちらもチェックしていただければかなと思います。続いてもリップなんですけど、リップといってもリップのケアのものになります。ドクター K の KABCG リップセラムです。ドクター K さんなのでビタミン A、B、C、G しっかりと入ってるんですけど、これの良さは色が天然の色なんですけれども、オレンジっぽい色味がついてるんですよ。結構赤系のリップ塗るので時間が経つと発色が弱くなるなと思う上に、トリートメントのリップなんですけど、塗るとトリートメント効果でツヤ感も出るんだけど、オレンジの色と合わさって発色がなんか戻ってくるようなイメージもあるので、口紅をノールックで塗るのってなかなか難しいじゃないですか。でもこういうねケアリップだったらパパッとツヤ感を増しながら色味が復活するような感じがするので、白衣のポケットの中にも入ってるし、いつも持ち歩いている iPad ケースの中にも入れてる。なんかの時にパパッと塗りたいから、友達の誕生日とかプチギフトにお渡しするとすっごく喜ばれるから、ちょっとねまとめて購入して持っているアイテムになってます。続いてはこちら、プラダビューティーのクッションファンデです。プラダビューティーのリキッドのファンデーションがめちゃめちゃ良かったから、クッションが出たって言って買いに行ったんですよ。クリニックの裏にプラダビューティーあるんで、洒落てますよね。こういう中身なんですね。押すとジュッと出てくるタイプで、こんな感じのものになってます。そこまでツヤツヤみたいな感じじゃないんですよ。もちろん私はツヤ感も好きなんですけれども、濃いリップを塗る時にあんまりにも顔がツヤツヤだったら古く見えちゃう時もあるんですね。ベース自体がセミマットぐらいで色がついているものだったりグロッシーなものだったりになると、なんかコントラストがいいのかなと思って、最近はツヤ感を求めすぎないようなファンデーションが好みっていうところもあったし、もともとプラダビューティーの仕上がり感はすごく好きだったので、今はねほんと皮脂がそこまで出てないから、もしかしたら夏になったら違うこと言ってるのかもしれないですけど、この1月2月使ってみたイメージとしては皮脂で崩れることもないし、セミマットの仕上がりが私にとってはジャストフィットかなっていうふうに思っています。続いてはヘアケアになります。それがこちら、モレキュラーリペアヘアセラムになっています。モレキュラーリペアシステムっていうところのポイントになるペプチドを作った方とお話をしたんですよ。キュンティクルのケアじゃなくって髪の毛の中の分子レベルを変えていくペプチドっていうところが効いて、すごい感動したんですよね。使ってみたらっていうのもなくはないんですけども、アウトバスでドライヤーで乾かす前につけて4分置くんですよ。一瞬めんどくさいかなと思ったんですけども、毎日使いたくなるぐらい髪の毛の手触りが全く変わっていくんですよね。トリートメントとしてサロンに行ってやることも多いんですけど、時間が経つとトリートメントもどんどんなんか取れてくるじゃないですか。髪の毛が広がるんですよね。乾燥してっていうところもあるし、ダメージでっていうところもあるんですが、それが軽減された。ブローを一生懸命しなくても起きた時にもそこまで広がらないし、こう指通りがかなり良くなったので革命的でした。ロングヘアで
でなんかちょっとパサつき気になるっていう人、シャンプーもいいものたくさんあるんですけれども、プラスしてこういうアウトバスのものを使うとかなり髪の毛の治安が良くなるので、めちゃくちゃこれはね出会ってね良かったなっていうふうに思って、トモリスで髪の毛どういうケアしてるんですかっていうと、こちらをご紹介することが多いかなというふうに思います。まだまだありますよ。2ヶ月分ですから。続いてはこちらコスミオンっていうところの歯磨き粉なんですが、これねよく見て、お日様マークとお月様のマークで、そう朝用夜用の歯磨き粉なんですよ。照山先生ってコラボをしている歯医者の先生にご紹介いただいたんですけれども、朝の口腔内のケアしていくものと、夜寝てる間の口の環境って変わるので、それぞれ変えた方がいいですよって言われて使ったんですね。すごいと思ったのがやっぱ朝のやつなんですよ。歯を白くしますよとか歌ってるわけではないと思うんですけど、くすみが取れた気がするの。照山先生に聞いたら、ホワイトニングとまではいかないけれども、その歯のくすみ感を取るっていうのはあると思いますよって言われたので、それ以来ホワイトニングの歯磨き粉もいくつか使ったんですけど、私の中でね個人の感想ですけど、私は結構朝のバージョンを使った時のくすみ感がなくなった感じがめちゃめちゃ良かったので、朝用のやつは家とクリニックに置いてあって使ってる。こっちは朝1回磨いて、昼間とかはクリニックで磨いてるっていう感じになるので、出会ってよかったなと思いますし、その他にもいくつかご紹介いただいたんですよ。歯磨き粉に関しては他のものもよかったらご紹介したいなと思います。最後はこちらゲランのパフュームでペッシュミラージュという香水になります。ゲランの香水大好きで、息子ウートルブランっていうベーシックなものがあって、買うと好きな文字を刻印してくれるっていうサービスもあって、私いつも銀座6に買いに行くんですけども、もともとはこの香りが好きだったんですけど、今回1月に新しい香りがプラスされて、桃の香りなんですよ。ピーチとあとは皮って言われて、一瞬で何の話と思って、桃とレザーってどうなんだろうと思ったんですけど、最初一瞬パッて嗅いだ時には本当にみずみずしい生の桃の香りがするの、フレッシュな。でもそこが時間が経っていくと成熟したような香りに変化していって、最終的には私の香りとこう相まって柔らかい濃厚な香りに変わっていく、啓示的な香りの変化っていうのがすっごく楽しめて、若い子もつけてもいいんじゃないと思うんですけど、やっぱりこれは時間が経つと大人の成熟した女性がつけた方がいいんじゃないと思うような香りなので、夏に向けてもうちょっと湿度が上がったりとかした時にもまたどんな香りの変化を見せてくれるのかなと思う楽しみな一本だなと思うので、香水って本当奥が深いし絶対みんな好きだと思うんで、みんなに嗅いでいただいてちょっとコメント欄に書いてほしいぐらい一押しの香りでございます。はい、ということで1月2月出会ってよかったもの、ちょっと長くなりましたけどもご紹介しました。この時期は乾燥対策がメインになったのかなと思います。3月4月になって少しずつ美白物とか増えてくるかなと思うので、3月4月出会ってよかったものをご紹介するんで、少しねまたアイテムは変わってるかと思うんですけれども、楽しみにしておいてください。私も使ってます、これいいですよねみたいなものがあったらぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。